あなたには許せない人がいますか？またそのことで今も苦しんでいますか？親族からの心ない言葉、友人からの裏切り、家族との溝、時間が経っても心の奥に残り続ける傷があるのではないでしょうか。許した方がいいよ。いつまでも引きずるのは良くない。そう言われても、そんな簡単にできるものではありませんよね。実は仏教では、無理に許す必要はないと教えています。大切なのは相手を許すことではなく、手放すこと。この動画を最後まで見れば、本当の意味で心を軽くする方法が見つかるでしょう。それでは、本題に入りましょう。私たちの人生には、どうしても許せない人がいるものです。それは親族かもしれません。昔の友人かもしれません。あるいは、過去にあなたを深く傷つけた誰かかもしれません。どんなに時間が経っても、その出来事を思い出すたびに苦しむことがあります。なぜあの人はあんなひどいことを言ったのか。どうして私はあんな仕打ちを受けなければならなかったのか。そして、こんな言葉を耳にすることもあるでしょう。いつまでも引きずっていても仕方ない。許した方が自分のためになる。でも、そんな簡単に許せるでしょうか。許せない自分は心が狭いのか。いつまでも怒りを抱えているのは未熟なのか。そんな風に自分を責めてしまう人も多いかもしれません。しかし、仏教ではこう教えています。無理に許す必要はない。ただ、執着を手放せばいい。許せないからといって、あなたが悪いわけではありません。しかし、ずっとその怒りや恨みにとらわれていると、苦しむのはあなた自身です。仏教では怒りや恨みを毒と表現します。それは相手ではなく、あなた自身の心を蝕んでしまうもの。怒りとは熱湯の入った器を持っているようなもの。相手に投げつけようとしても、持ち続けている自分がやけどする。では、どうすればこの毒から解放されるのでしょうか。それが仏教でいう手放しの知恵です。今日は一人の女性の物語を通じてその知恵を学んでいきましょう。この話を聞くことであなたの心に少しでも光が差し込み、重荷が軽くなるかもしれません。それでは物語を始めます。純子の物語。許せない相手との和解。純子は65歳の元教師でした。温かな笑顔の陰に長年抱え続けてきた深い傷がありました。それは10年前、実の妹マリコとの確執によるものでした。母親が亡くなった際、遺産相続をめぐってマリコは純子を激しく非難し、私が母を見ていたのにあなたばかり大事にされて家を独り占めする権利なんてないと心ない言葉を投げつけました。そして最後に言った、もう姉妹ではないという言葉が今でも純子の心を締め付けます。それ以来二人は一切会っていません。マリコは連絡もしてきません。最初は怒りと悲しみで胸がいっぱいでした。なぜマリコはお金のためにあんなひどいことを言えたのか。私は母の面倒を見なかったわけではないのに、時が経つにつれ周囲の人からはこう言われるようになりました。妹さんを許してあげたら血は水より濃いんだから、いつまでもその恨みを持っていても自分が苦しむだけよ。でも純子にはそれができませんでした。許せない自分を責め、さらに苦しみが増していくばかり。ある日、純子は寺院で開かれる座禅会に参加しました。そこで出会った住職の和尚は純子の悩みを静かに聞いた後、こう語りかけました。純子さん、仏教では無理に許す必要はないと教えています。でも許さないと心が晴れないと皆さん言うのですが、大切なのは相手を許すことではなく、怒りや恨みという毒を手放すこと。その毒は相手ではなく、あなた自身を苦しめているのです。純子には和尚の言葉が新鮮に響きました。では、
どうすれば手放せるのでしょう。和尚は静かに微笑み、仏教の知恵を使った実践的な方法を教え始めました。解決策1、心の中で相手と距離を置く。まず心の中で相手と距離を置くことから始めましょうと和尚は言いました。今、純子さんの心は妹さんの言葉にとらわれています。つまり、妹さんはあなたの心の中で大きなスペースを占めているということです。でも、妹さん自身はそんなこと何も気にしていないでしょう。純子はハッとしました。確かにそうです。マリコは日々の生活を送り、もしかしたら純子のことなど忘れているかもしれない。だが純子の心にはマリコの言葉がいつもこびりついていました。でも、どうやったら心の中から追い出せるのでしょう。和尚はゆっくりと話を続けました。まずは自分がコントロールできるものとできないものを分けることです。あなたができることは妹さんを変えることではなく、あなた自身の心の在り方を変えることです。純子は黙って聞き入りました。例えば、過去に言われた言葉は変えられません。でも、それをどう受け止めるかはあなた次第です。そのまま怒りを抱えて生きることもできるし、これはもう終わったことだと意識して手放すこともできます。そんな簡単に手放せるなら苦労しないわ。そうですね。でもあなたは意識的にやったことがありますか？いいえ。だったら試してみる価値はあるでしょう。和尚は少し微笑みながら続けました。まずあなたが妹さんの言葉を思い出した時に心の中でこう言ってみるのです。これは過去のものだ。もう影響される必要はない。これはただの記憶でしかない。そんなことで変わるの？最初は難しいでしょう。でも何度も繰り返すことで少しずつ心に変化が生まれます。大事なのは妹さんの言葉を今の自分とは切り離して考えることです。純子はゆっくりと目を閉じ、妹の言葉を思い出してみました。しかし今回はそれを過去の出来事として少し距離を置いて眺めるようにしてみました。すると不思議なことに少しだけ心が軽くなったような気がしました。これは続ける価値がありそうですね。そうです。妹さんが変わることを期待するのではなく、あなた自身の心を変えていくのです。純子は小さくうなずきました。まずは心の中で妹との距離を取る。それが怒りを手放す第一歩でした。解決策2、手放しの言葉を使う。和尚はゆっくりとした口調で続けました。次に大事なのは手放しの言葉を使うことです。純子は眉を潜めました。手放しの言葉。和尚は軽くうなずきました。人間の心というのは思考とセットになっているものです。つまりあなたが何を考え何を言葉にするかで心の状態も変わるのです。それはなんとなくわかります。例えば、なんで私だけこんな目に遭わなきゃいけないんだと考えれば考えるほど心は苦しくなります。逆に、これは過去のことだとか、私には関係ないと意識的に言葉を変えることで少しずつ気持ちが楽になるのです。純子は腕を組みました。でもそれってただの思い込みじゃないでしょうか。和尚は笑いました。まあそう言われればそうかもしれませんね。でもあなたが今抱えている怒りや恨みもある意味思い込みなのです。思い込み。そうです。妹さんの言葉が全て正しいわけじゃないでしょう。だけどあなたはその言葉が心に刺さって自分を傷つけているのです。確かに。だったら手放すための思い込みを意識的に作ればいいのです。純子は考え込みました。それで手放しの言葉って具体的にはどういうものを言えばいいのですか？和尚は指を折りながら説明しました。例えばこんな風に言ってみるのです。これはもう終わったことだ。この出来事は私の人生の一部ではない。
妹の言葉はただの風の音だ。私は自由だ。たったこれだけ。たったこれだけでも、これを毎日続けることが大事なのです。言葉は心に影響を与えます。何度も繰り返せば、脳がそれを真実だと認識するようになるのです。純子は半信半疑でした。でも、そんなことで本当に気持ちが楽になるのでしょうか。和尚は微笑みながら言いました。試しに今ここでやってみませんか。純子は少し照れくさそうにしながらも、和尚の言葉に従い小さな声でつぶやきました。これはもう終わったことだ。もう一度。これはもう終わったことだ。そうです。それを毎日続けるのです。純子は小さくうなずきました。最初は違和感があるかもしれないけれど、その言葉が心に染み込んでいくと、少しずつ怒りが薄れていくのかもしれない。和尚の言葉に純子は少し希望を感じ始めていました。私にもできるでしょうか。できますとも。続ければ必ず心は変わります。純子は深く息を吸い込み、再びつぶやきました。これはもう終わったことだ。解決策3、慈悲の瞑想を取り入れる。純子はゆっくりと息を吐きました。手放しの言葉を使うのですね。確かにやってみる価値はありそうです。和尚はうなずきました。そしてもう一つ大事なことがあります。それは瞑想を取り入れることです。純子は少し驚いた表情を見せました。瞑想、それって座禅を組んでじっと目を閉じる、あれですか。まあ一般的にはそう思われていますね。でも仏教の瞑想はただじっと座ることではありません。心の中のざわめきを鎮めて感情を整えるためのものなのです。純子は少し考え込みました。でも私のように頭の中がごちゃごちゃしている人間が瞑想なんかできるのでしょうか。和尚は笑いました。むしろそういう人にこそ効果があるのですよ。本当に。本当ですか。仏教では怒りや恨みの感情を手放すために慈悲の瞑想という方法があります。慈悲の瞑想。和尚は静かに説明を続けました。やり方は簡単です。まず目を閉じて深呼吸をします。そして心の中でこう唱えるのです。私が幸せでありますように。私が心穏やかでありますように。私が苦しみから解放されますように。それって自分に言うのですか。ええ。まずは自分自身の心を癒すことが大事なのです。純子は試しに目を閉じ、心の中でつぶやいてみました。私が幸せでありますように。私が心穏やかでありますように。私が苦しみから解放されますように。不思議なことに、心が少し落ち着くのを感じました。なんだか少し気持ちが軽くなった気がします。和尚は微笑みました。そうでしょう。これを毎日続けると、少しずつ怒りや不安が薄れるのです。純子はゆっくりと息を吐きながらうなずきました。なるほど。でも、これって自分のためだけの瞑想なのですか。和尚は首を横に振りました。いいえ、次のステップがあります。次のステップ。ええ。今度は妹さんに対しても同じ言葉を唱えるのです。純子は思わず身を乗り出しました。マリコに。いや、それは無理です。そう思いますよね。でも、これが一番のポイントなのです。どういうことですか。あなたの中にある怒りを手放すためには、妹さんという存在を心の中から薄れさせる必要があります。そのために、こう唱えるのです。マリコが幸せでありますように。マリコが心穏やかでありますように。マリコが苦しみから解放されますように。純子は嫌な顔をしました。いいえ、それは無理です。最初はね。でも、何度も繰り返していくうちに、自然と怒りが薄れていくのですよ。純子はしばらく考え込みました。まあ、試してみる価値はあるかもしれませんね。和尚は満足げにうなずきました。そうです。
慈悲の瞑想はあなた自身を楽にするためのものなのです。妹さんを許すためではなく、あなたが自由になるためにやるのですよ。純子は静かに目を閉じました。そして深く息を吸い込み、心の中でつぶやきました。マリコが幸せでありますように。マリコが心穏やかでありますように。マリコが苦しみから解放されますように。最初は違和感がありましたが、何度か繰り返すうちに不思議と心が軽くなるのを感じました。なんだか本当に少し楽になった気がします。和尚は微笑みながらうなずきました。それが手放しの第一歩ですよ。解決策4、新しい縁に目を向ける。純子は慈悲の瞑想を続けるうちに、少しずつ心が軽くなっていくのを感じていました。しかし、完全に怒りや恨みが消えたわけではありません。そんなある日、和尚が新しい提案をしました。純子さんは妹さんのことばかりに意識を向けていますが、本当に大事な人間関係を見逃していませんか？純子はハッとしました。本当に大事な人間関係。ええ。例えば地域の活動仲間や昔からの友人たち、そういう人たちともっと深く関わっていますか？純子は少し考え込みました。確かに茶道の仲間や昔の職場の同僚など親しい友人はいました。しかし妹のことで頭がいっぱいになり、最近は誰ともまともに会話を楽しんでいなかったような気がします。そういえばあまり深く付き合っていないかもしれません。そうですよね。人間関係というのはどこに意識を向けるかで大きく変わるものなのです。どういうことですか？和尚は静かに続けました。仏教では悪縁を断てば良縁が入ってくるという考え方があります。悪縁を断つと良縁が入る。ええ。あなたは今まで妹さんのことにとらわれていました。でもその時間やエネルギーをもっと前向きな人間関係に使うことができるのですよ。そんな簡単にできるのでしょうか？まずは小さなことから始めればいいのです。例えば茶道の仲間と以前よりも積極的に交流するとか、昔の同僚に連絡してみるとか。純子は考え込みました。確かに最近は何をするにも億劫で、人との交流も減っていました。そうですね。試してみようと思います。翌日、純子は勇気を出して茶道の先生に電話をかけました。先生、しばらくお稽古をお休みしていましたが、また参加させていただきたいのですが。先生は喜んで答えました。純子さん、もちろんです。皆さんもあなたのことを待っていましたよ。そして稽古の日、純子は久しぶりに茶道仲間と会話を楽しみました。それはずっと忘れていた感覚でした。帰り道、純子は思いました。私は妹のことにとらわれて、本当に大事な人間関係をないがしろにしていたのかもしれない。和尚の言葉が頭に浮かびました。どこに意識を向けるかで人間関係は大きく変わる。純子は深く息を吸い込みました。これからは良い縁に目を向けよう。そう決めた瞬間、彼女の心はさらに軽くなっていったのでした。解決策5、感謝の視点を持つ。純子は妹の影から少しずつ抜け出しつつありました。心の中で距離を置くことを覚え、手放しの言葉を使い、慈悲の瞑想を取り入れました。そして同じ趣味を持つ仲間との関係を見直し、新しい人間関係に目を向けるようになりました。しかし、心の奥には何かが残っているような気がしていました。そんなある日、和尚が言いました。純子さん、最近は前より楽になったみたいですね。はい、おかげさまで。でも、なんだかまだモヤモヤするのです。では、次のステップに進みましょう。次のステップ。それは感謝の視点を持つことです。純子は少し驚いた表情を見せました。感謝、妹に対してでしょうか。いいえ、
何も妹さんに限らず、でもあなたが今ここにいるのはこれまでの経験の積み重ねですよね。純子は黙って聞きました。仏教では知足という考え方があります。今あるものに感謝するという意味です。でも私は今まで妹のせいで苦しんできたのですよ。だからこそその経験から何を得たのか考えるのです。和尚は続けました。例えば妹さんとの確執があったからこそあなたは自分の感情と向き合う力がついたかもしれない。あの経験があったから今こうして手放す方法を学べたのではないですか。純子は考え込みました。まあそれは確かにあるかもしれません。そうでしょう。妹さんのことを好きになる必要はありません。でもあの経験が今の自分を作っているって思えば少しは気持ちが変わりませんか。純子はゆっくりとうなずきました。そうか、私は妹のことでずっと苦しんでいたけど、そのおかげで今こうして新しい見方を学ぶことができたのかもしれないですね。その通りです。仏教では苦しみもまた人生の糧になると考えるのです。だからあなたはもう過去の経験をただの苦しみとして抱えておく必要はないのですよ。純子は深く息を吸い込みました。そうか、感謝ってそういうことなのですね。和尚は微笑みながらうなずきました。これからは毎日寝る前に今日あった感謝できることを3つ考えてみてください。どんなに小さなことでもいいのです。これを続けると自然と心が前向きになってきますから。純子はその日から感謝の習慣を取り入れることにしました。最初は難しかったのですが、続けるうちに少しずつ心が軽くなっていくのを感じました。彼女はもう妹にとらわれることはなくなっていったのです。純子は長い間妹の言葉に苦しめられていました。何をしても妹の否定的な言葉が頭の中で響き続け、怒りや恨みが消えませんでした。しかし和尚の助言を受け、仏教の知恵を取り入れることで少しずつ心が軽くなっていきました。まずは心の中で相手と距離を置くことから始めました。過去の言葉を繰り返し思い出してしまうのは自分の意識がそこにとらわれているからだと気づきました。純子はこれは過去の出来事だと意識的に線を引くことで少しずつ心を解放していきました。次に手放しの言葉を使うことで自分自身の思考を変えていきました。もう終わったことだ、これは私の人生の一部ではないと言葉にすることで怒りを抱え続ける必要はないのだと少しずつ納得できるようになりました。さらに仏教の瞑想を取り入れることで心のざわめきを鎮めました。最初は違和感がありましたが、自分の幸せを願う瞑想を続けるうちに気づけば妹の存在が頭の中から薄れ始めていました。そして新しい良縁に目を向けることで意識の向けどころを変えました。純子は妹のことばかり気にして本当に大切な人間関係をおろそかにしていたことに気づきました。それからは趣味の仲間との会話を増やし、良い縁に目を向けることで人生の見え方が大きく変わっていきました。最後に感謝の視点を持つことで過去の経験すらも新たな意味を持たせることができました。妹との確執があったからこそ自分が成長できたと気づいたのです。純子はもう怒りや恨みを抱えて生きる必要はないと心の底から思えるようになっていました。彼女はもう過去の出来事にとらわれることなく自分の人生を前向きに歩み始めていたのでした。あなたにも許せない人がいるかもしれません。過去の言葉や行動が今も心の中に残り、怒りや恨みを消せずにいるかもしれません。しかし仏教の教えはこう伝えています。無理に許す必要はない。ただ手放せばいい。相手に執着し続けることで苦しむのは自分自身です。だからこそ心の中で距離を置き、手放しの言葉を使い、
瞑想を取り入れることで少しずつ心を解放していきましょう。そして新しい良縁に目を向け、日々の感謝を大切にすることで、あなたの人生はより穏やかで自由なものへと変わっていくはずです。今日の話があなたの心を軽くするヒントになれば幸いです。この動画が参考になりましたら、ぜひいいねボタンを押してください。また、あなたの体験や質問をコメント欄でお聞かせいただけると嬉しいです。チャンネル登録をしていただくと、次回の仏教の知恵をお届けする動画をお見逃しなく視聴いただけます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。